こんにちは、キズナあかりです。本日は実際にコネクターのハンダ付けをしてみましょう。試してみるコネクターは3種類。左から XT90、XT60、XT30 です。使用する小手先は C 型、細かく言うと 4C 型というサイズです。一般的なコテの最大サイズですね。ラジコンの配線に限って言えば、これ1本で全部できると思います。ちなみに、コネクターの難易度としては、XT60 が一番簡単です。小さすぎず、大きすぎず、という感じでしょうか。なので、XT60 から行ってみましょう。まずは、コードの準備をします。今回使用するコードは AWG12 です。XT60 につく、一番太いコードですかね。まず、被膜を剥きます。これがワイヤーストリッパーです。見たことありませんか？ 2000 円くらいで買えますよ。ちょっと調整します。では、早速。ケーブルを奥まで押し込んで。はい、簡単です。赤いケーブルも剥きましょう。奥まで押し込んで。簡単ですね。まず失敗しないでしょう。工具は偉大です。ラジコン系の YouTube を見ると、結構、皆さんカッターナイフでやっていますが、専用工具だと早いですよ。被膜の断面が美しくならないので、嫌う人もいるようですね。そうしたら、ケーブルに予備ハンダをします。このサポート台が使いにくいんですよね。ぐぬぬ。いいポジションです。そうしたらフラックスを塗ります。塗らなくても大丈夫ですが、塗った方が楽ですよ。買うくらいなら塗る必要ないかもしれません。コード相手ならその程度です。では、ハンダゴテの準備をしましょう。最近のハンダゴテは加熱が早いので、直前に準備すれば大丈夫です。ちなみにこのハンダゴテは、ピネシュルという商品で、価格は 25.99 US ドルです。安いと思いますか？高いと思いますか？出力は 60W です。温度の上昇が見えるのがいいですね。普段は 320°C で使っていますが、今回はちょっと温度を下げてみます。ケーブルに予備ハンダをする前に、胴体をねじってまとめようとする人が多いですが、可能ならそのままがいいです。コネクターにケーブルが入らないなら、ねじるしかないですけどね。最初は、コードとハンダゴテの間に、ハンダを供給します。一度ハンダが溶けると、ハンダを通して、コードに熱が伝わり、どんどんハンダを供給できるようになります。コードをしっかり温めると、ハンダが中へ染み込んでいきます。このくらいで十分でしょう。黒いコードも同じようにします。これくらいで十分でしょう。赤い方が膨らんでいるのが気になりますね。どうやら、ハンダを盛りすぎたようです。まあ、害はないでしょう。
そうしたら、サポートからケーブルを外して、忘れずにシュリンクチューブを通しておきます。あかねちゃんはよく叫びながら、自己癒着テープ巻いてますよ。まあ、これ忘れたら、それしかないですよね。そうしたら、今度は、コネクターに予備ハンダをします。フラックスを塗ります。コードの時と同じで、なくても平気です。小手先で触るのではなく、小手の前方をコネクターに乗せるように温めます。このくらいでいいでしょう。それでは、ケーブルをハンダ付けしてみましょう。なんかいまいち。あ、これ温度低すぎですね。やっぱり320度 C でいいですね。ハンダ付けのコツですが、コードの上から小手で押さえるのではなく、コネクターの横から、コードとコネクターの両方を同時に温めます。小手の熱が伝わると、コネクターのハンダが溶けて、コードがスッと沈むので、一瞬待って、コードの中のハンダが溶けたら、小手を離します。時間で言うと1秒とかです。どうでしょうか？大丈夫そうですね。では、赤いコードもハンダ付けしましょう。ハンダゴテをそのまま置くのは悪い見本です。皆さんは、ちゃんと台を使いましょうね。こちらも予備ハンダをします。どうにも、ポジションがいまいち。先ほどと同じように、コードを小手で押さえるのではなく、コネクターの横からコードとコネクターを同時に温めます。コネクターの方が早くハンダが溶けます。コードが沈みます。コードの中のハンダが溶けるのを待ちます。溶けたら小手を離します。はい、これで完成ですね。どうでしょうか？綺麗かと言われるとちょっとあれですが、どうせシュリンクチューブで隠れますからね。ラジコンカーの頃はよく見えたので気にしましたが、もはや見栄えはどうでもいいです。あとは、シュリンクチューブをシュリンクします。これはヒートガンです。ドライヤーではシュリンクしませんよ。ライターで炙る人も多いようですが、私は矢には必要としないボイルなので持っていません。これで完成です。どうでしょうか？
いい感じでしょうか。時間がすでに10分超えていますので、XT30 と XT90 は次回へ回します。次回も見たい方は、高評価とチャンネル登録もお願いしますね。じゃ、またね。